はい、新木村家のヒデです。さて、先日公開したバンムーフ X2 っていう自転車の動画なんですけど、大変たくさんの方に見ていただいて、またコメントもたくさんいただき、本当にありがとうございます。そんな皆さんが気になってるであろう新モデルの X3 ですね。こちらが先日届いたんですけど、届いてすぐの開封だとあんまりね皆さんも興味がないのかなと思ったので、1ヶ月くらい乗ってみて実際に X2 と X3 の違いを今回は見ていきたいと思います。で、届いてみて分かったんですけど、形状は一緒でもちょっと見た目の仕上げが違っていたりだとか、あとは乗ってみた時の体感が全く違ったので、これを今回は見ていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでこちらにあるのがバンムーフの X3 になります。見ていただいて分かるようにあんまり形状は変わってないですね。 X3 と S3 の違いっていうのはこの躯体ですね。これがクロスになってるものが X3 で日本向けに出されたモデルっていう風に言われています。なぜかというと S3 だとこの辺りにこのパイプが来ていてかなり高めになってるんですね。で、このバンムーフはオランダの会社なんですけど、オランダ人って平均身長がめちゃくちゃ高いんですよ。なのでこのくらいになったっていう説がありますけど、それだと日本人には大きすぎるのでっていうことで生まれたのがこの X シリーズっていう風に言われています。この後ろにあるのが X2 ですね。以前動画で紹介した X2 になるんですけど、まず見た目の違い、大きなところがここの仕上げですね。これがマットブラックになっています。前のやつは結構光沢がある仕上がりで、実際見てみると黒というよりはどっちかというとグレーみたいな色合いだったんですけど、今回のものはフィニッシュがマットになっていて色もより黒に近くなっていますね。それでも見た感じだと濃いグレーみたいな印象ですけど、前よりもねかなり高級感が増してるというか、個人的にはかなり良い印象でした。はい、で2つ目がこのペダルなんですけど、ペダルのねこのフィニッシュが前は全部黒いラバーみたいになってたんですけど、今回は真ん中の部分がねシルバーの金属製に変わってます。前のやつはやっぱりペダルだけで見るとちょっと安っぽさがあるというか、あんまりそのまま使いたくないなっていうので前の動画では交換をしてたんですけど、今回のものはかなりねこれだけでも高級感があるのでこのまま使いたいなと思っています。で3つ目はグリップですね。グリップの素材がまず変わりました。前はウレタンのようなスポンジみたいな形状で握った時もグッとちょっとへこむような印象だったんですけど、今回はかなり硬いラバーの素材に変わっています。形状も持った時にここの手のひらのここの部分が乗せていられるというか、腕をかけていても疲れないような形状になっているので、これもねそのまま使える優秀なグリップになっていて、ちょっと地味なところなんですけどかなりの違いが感じられた部分です。あといいポイント4つ目はこのサドルを一番下まで下げた時の高さが前よりも若干低くなったっていう印象です。乗ってみると前は結構一番下でも足がピタッとつかなかったんですけど、今回の X3 の場合は僕だとピタッとつきます。なので X2 の場合は一番低くしても女性にはちょっと高めで、うちの妻も乗るの怖いっていう風に言ってたんですけど、こっちだったら全然平気だっていう風に言ってました。そこに関してもね女性のユーザーもかなり選びやすくなったのかなっていう風に思います。でその他に変わったのがこのブレーキのディスクの部分ですね。前のものは穴が開いてるタイプだったんですけど、穴がなくなりました。ブレーキの方式も油圧式に変わったことで、前よりもブレーキの効き方が締めていった時にキューってゆっくりかかっていく感じですかね。前の時はちょっと余裕があってでキュッて止まってくるっていう、ここの余裕が変わった感じがします。でもう一つがこのギアですね。 X2 では2段階のギアだったものが今回4段階の変速になっています。さらにアプリでどのタイミングでギアを変えるかっていうことも設定ができるので、以前 X2 ではちょっと高速帯でもうあまり漕いでる感覚がなくてスピードに乗ってるっていうことがあったんですけど、今回の場合はタイミングを変えることで
高速帯でもある程度のテンションを保ったまま走行することが可能になっています。あとはフィニッシュがマットになったことで、ここのマトリックスディスプレイもかなり見やすくなってます。反応もかなり良くて、タッチアンロックっていう左のボタンを押すとアンロックできるっていう機能もタッチしただけでスマホが近くにあればこのスピードで表示されます。でこの5秒以内に前後に動かすとアンロックされるっていうものですね。あとはロックされた状態でこう動かすとこんな形で警告音が鳴ります。この警告音も以前よりも大きくなってます。で音声は警告音だけじゃなくて走行中に鳴らす警笛の音とかも大きくなっているので、この辺りも前よりも便利になったのかなと思います。でこんな感じで結構いいことばっかりなんですけど、1点だけすごく困ったことがあって、実はこのタッチアンロックっていう機能は押した後に前後に動かさなきゃいけないんですね。ただこういう風にロックがかかっている状態でペダルがこのスタンドの真後ろに来てしまった状態の時、この時すごく困って、これ前にも後ろにももうタイヤが動かない状態なんですけど、このスタンドを上げなきゃいけないんですね。こうなってしまうとタッチアンロックを押して、その後後ろを上げて、こんな感じで足でロックを解除して、で回るようにしてからこのスタンドを上げなきゃいけないっていう、ここが結構大変だったんで、これに関しては唯一デメリットと言えるところなのかなと思いました。あとは小さいデメリットなんですけど、このサドルの部分がちょっと固めっていうのはデメリットかなと思います。妻がねこれ実際乗ってるんですけど、ちょっとねお尻が痛くなるっていう風に言っていましたね。はい、こういったところが X2 と X3 の違いですね。でスペック以外に変わったところがやっぱり走りのところなので、早速走ってみたいと思います。それではね、早速走っていきたいと思います。ちなみに前回ちょっとお伝えし忘れてしまったんですけど、今ね、モードが1から4あるうちの3になってます。で、日本国内のモードにおいては4はフルオートになるので、こう右ボタンを押した時のブースト機能っていうのが使えないんですね。なので、一応メーカー推奨では、モード3で使うと実際ブーストボタンも使えるので、モード3で使うのが推奨っていうことでした。ただですね、実際僕が私有地で試した US モードの時は、こういう走行中も右ボタンを押すとブーストしてたんですけど、現在、スピードが20キロ、21キロぐらい出てるんですけど、この状態でブーストボタンを押しても、あまり加速は感じられないです。でもこれが一旦こういう形で止まって、で、0から走り出すときに右のボタンを押すとグーンと出る感じはあります。なので日本モードの場合においては設定3で使うと出発時のみブーストボタンが使えるっていう風に思っておいてもらったらいいかなと思います。で、あと走行時の大きな違いは、さっきも言ったこのグリップ。このグリップがかなりこの手を置いておいても疲れないっていう、ここのね、出っ張りがあると思うんですけど、この出っ張りで手を置いておいても疲れないっていうのがすごくいいところじゃないかなと思います。で、バッテリーの容量っていうのは、X2 と X3 では違いがないそうなんですが、実際乗ってみると X3 の方が長持ちする印象です。これはなんか制御系が新しくなったそうで、バッテリーをより効率よく使えるようになったっていうことなんですね。なので、まあ同じ容量なんですけど、長く持つっていう風に体感できるようになったんじゃないかっていう風なメーカーさんのお話でした。実際やっぱりね、X2 はどちらかというと、運用としては家に帰ったら毎日充電しておくっていう風な運用じゃないとちょっと心配なところがあったんですけど、 X3 についてはもうかなり心配がないというか、個人的には2日に1回乗るみたいな形だったら1週間に1回の充電でもいいのかなみたいな、長距離乗らないんだったらそういうイメージですね。ただやっぱりね、うちみたいな集合住宅でなかなか充電がしづらいっていう場合は運用しづらいのかなとは思いますね。ぐーっと出ますね、やっぱり。
これが便利ですね。で、これは X2 の話になってしまうんですけど、このグーッと出るところっていうのが、やっぱりチャイルドシートなんかつけてる場合は、子供がね、前に乗って、後ろに乗ってる時もそうですけど、重量が重いんで、この出だしでブーストかけてくれるっていう機能は、本当に実用的だなっていうふうに思いました。よし、じゃあここで折り返したいと思います。前回と同じですね。もしこちらの動画からご覧になっている方は、ぜひ、前回投稿した X2 の方の動画も見ていただくと、同じコースで走っているので、どのくらい体感が違うのかとか、出るスピードは基本的に24キロまでしか出ないんですけど、走行がね、どういう感じで違うのかっていうのは比べてもらいやすいのかなと思います。あと走行中に体感できる明らかな違いっていうのは、やっぱりギアが2段階から4段階になったっていうところですね。今までは正直この24キロっていうスピードになってしまうと、あまり漕いでる感覚がないというか、足に力がかかってないような印象だったんですよ。なので24キロ以上もうちょっと漕いで自分で加速したいとかっていう人にはやっぱり物足りないというか、乗りづらいなって思うようなところだったのかなと思います。それが、今回4段変速になって、そのギアを変えるタイミングもアプリで変えられるんですよね。なので最高速に達した後もしっかりと足に力がかかっていて、で漕げばもっと速度が出る。もちろんアシストはかからないんですけどね、漕げばもっとスピードが出るっていう風になったので、これがねやっぱり走ってる中で体感する一番の違いなのかなと思います。いいことばっかりじゃなくて、ちょっとデメリットも言っておくと、実はねこれ個体差があるかもしれないんですけど、ギアがね自動変速なんですよ。だからそれはそれですごく便利なんですけど、なんかねうまく変速ができない時っていうのが稀に起こります。前の X2 の時っていうのは途中でギーっていう音が鳴ってしまったりとかっていうことが2回ほどありました。頻度としてはそんなに高くないので、気にするほどのことじゃないかなと思うんですけど、やっぱり X3 になっても、2段階目のギアに入った時に多少カチカチカチって言うんですよね。僕ら日本人はメイドインジャパンのなんかミリ単位の精度みたいなのに慣れてしまってるんで、若干作りが大雑把なのかなみたいな風に感じてしまうかもしれないなっていうところは、ちょっとデメリットですかね。はい、というわけで前回と同じ場所までやってまいりました。最後ねちょっとデメリットを言ってしまったんですけど、総合的に見たらねもうかなり優秀なのかなと思いますし、多少さっき言ったような大雑把なところがあったとしても、乗り心地っていうのはすごくいいし、移動手段としてとても優れてるのかなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。もうね個人的には買わない理由がないっていうぐらい、かなり完成度の高い電動自転車だったんじゃないかなと思ってます。実際今僕の家ではチャイルドシートがついた X2 とノーマルのままの X3 があるっていう状態なんですけど、この2台で妻と娘と3人でツーリングするっていうのがねとてつもなく快適なんですよ。で近くに大きな公園とかもあるんですけど、そこにね3人でピクニックに行って、お昼だけそこでお弁当食べて帰ってきたりだとか、あとは3人でちょっと買い物に行ったりだとか、車よりもねかなり取り回しがしやすい印象です。でさらにですよ、今回価格がなんと前回の40万からぐんと下がって25万円っていう価格になってるんですよね。これがねもう本当に革命的というか、ここまで機能性は上がってるのに価格がねこれだけ落ちるっていうのはね本当にびっくりしたところで、間違いなくね買いだと思って買ってしまいました。妻も買ってくれてよかったって大満足してるくらい、女性にもね優しい自転車なんじゃないかなと思います。おすすめです。でただ価格がね25万っていう風に前から比べると落ちたとはいえ、25万出すんだったら原付買うよっていう方とかも結構いらっしゃるんですよ。それはね確かにそういう選択肢もありだと思います。
そもそも原付に乗り慣れてる人とか、あとは地方の人とかはね、あんまり駐車スペースとかも困らないだろうし、原付の方が便利だよっていう時があると思うんですけど、うちの家族では自転車を買ってよかったねっていう風に言ってます。なぜかというと、やっぱり都内だと駐輪スペースと駐車スペースっていうのは別になってますし、あんまり気軽に原付だと止めたりできないんですよね。あとはもちろん道路交通法にのっとってですけど、例えば子供乗せてる時は歩道を走れるようだとか、原付にはないメリットがたくさんあるんじゃないかなと思います。あといいなと思ったのは、家族でツーリングに行って、公園の中まで自転車で入っていけたりだとか、そういったところはねとても便利ですね。本当に総じて X2 よりも格段に進化したっていうイメージだったので、興味のある人はね、もう今は多分 X3 しか買えないと思うんですけど、中古の X2 とかを探すよりは断然 X3 を買われた方が満足度が高いと思います。なんか最近自転車を買い替えようかなとか、電動自転車ってどうなのかなっていう風に思ってる方、もしくは僕みたいにこれから子供の送り迎えに使おうと思ってる方、お父さんなんかをね、ぜひ見てみたり、原宿のお店に行けばね試乗もできますので、試してみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はこんなところで終わろうと思います。動画でカバーできなかった部分の質問なんかに関してはぜひコメント欄までお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ヒデでした。バイバイ。